はい、パクンです。前回の動画、韓国と日本の整形の違いにつながります。今僕はですね、東京で活動されている韓国人のお医者さんを取材しております。彼は韓国と日本の両国で活動されていて、日本で10年ぐらい住まれています。今回では日本という国をどう感じたのか、日本でどういう面を見ているのかを聞いていきたいと思います。それでは5つの質問でいきます。ペク先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初からドーンっていう質問ですが、日本生活は続けていきたいですか？私は続けていきたいと思います。そうしたら、日本のどういう部分に満足されてきたのかっていうのが気になりました。文化が他の人に迷惑をかけない文化じゃないかなと思うんですね、日本って。大和という和を乱さないという文化だと思いまして、そういうことで、韓国では余計なこうやって世話とかが多いじゃないですか。そういうことを考えずに自分のことも追求することもできるし、割と人間関係とかも昔みたいに朝鮮人を嫌がるとか、韓国人を見下してる。そういうこともほとんどないし、韓国はストレスが多い社会だと私は思うんですよね。はい、みんな怒りを持っている。みんな、すぐやったら、すぐとするんですけど、日本は穏やかというか、怒りはあんまりない。これ日本に住む韓国の方が、韓国に帰省したら、ストレスを感じるみたいな場面、よくあると思うんですけど、ペク先生もそういうこと感じられます？いや、先日私、ちょうどそのことがあって、韓国では、こうやって、運転がもうこちらで10年ぐらい生活してるの慣れてて、向こうがウィンカー入れて入ろうとしたら、どういうことで譲ってあげるんですよね。でも先日私、車を借りて、カンナムから、兄が住んでいるソウル、インチョンソンドまでちょっと運転しに行ったんですよ。って言って、そちらのランプに入るために車線変更をしようとしたら、車線変更でこうやってスーッとやろうとしたら、この後ろの車が、で、ブーンとアクセルを。怖い。怖い。入らないで、私が先に行くんだよ、ということで入ってって、その後でも、次の車も、韓国ではそれで、そういう文化じゃないですかね。韓国と日本の文化の違いを局面的に見える例じゃないかなと。韓国では熱い情みたいなのがあっていらっしゃったと思うんです。確かに。逆にそれを懐かしく感じる韓国の方もいらっしゃるんですけど、ペク先生の場合はそこまで。韓国人は確かに情が分厚い、その文化がありまして、思いやりとか、そういうのがすごいいい文化だとか、私は思ってる。日本ではあっさりという人間関係というか、じゃあまたという感じなんですけれども、その場での思いやりは日本が深いと思ったら、長いジョンみたいな感じは韓国の方がいいじゃないかな。両方とも長所短所あるっていう感じですね。はい。ペク先生の方は、日本の方が個人的に合う。住みやすい。エレベーター文化でわかるじゃないですかね。こうやってボタンを押すところに住んでいる人が、先ドアをやったら、全部降りながら、すみませんとやって、最後にこうやって自分が出るという文化じゃないですか。いや、韓国は全く。確かに。韓国ではこうやったら、その先に降りるものが勝ちというじゃないですかね。ちょっと戦闘民族的な感覚ありますよね。早くという、そういう文化で、日本はゆったりだから、先ほど私が言ってた、ストレスがないというのが、そういう話だと私は考えてます。ありがとうございます。で、二つ目の質問が、お医者生活で感じた衝撃的だった部分はありましたか？意外と見えないところでは、例えばシリコンって鼻の中に入れるからわかんないんですよ。でも、こうやってやったら、若干粗末だったんですよね、操作が。シリコンのカービングとか、シリコンのこうやって鼻に入れるシリコンの形を作るのが良くないということとかで、見えないところを汚い。臭いところは蓋をということわざがあるような感じで、そういう面もあるねというのは私も感じてますよね。確かに日本にあまりにも夢を持ちすぎると、日本全国にゴミが捨てられてないと。そんなことないです。人間の本性は同じだと思います。3番目の話は、日本で出会った日本の方の中で印象に残っている、記憶に残っている方はいますか？私が札幌医大の形成外科で1年間お世話になった時、一緒に同期だった子がいるんですよ。とても人間的に好きな子だったんですけど、とても頑張ってるし、それと、正しいことをいつも追求してるので、成功したらいいな。あの方が頑張ってるのは、どういう感じの頑張り？人類愛です。人類愛。自分の地域のところで、自分に来る患者さんに最善を尽くして、いい結果を出して、家族にこうやって返す。で、ちゃんと飲み込めるようにする。
そういうことで朝晩頑張ってるんです。夜中呼ばれて行って、命のそういうことで何時間もなんか経ってて、トイレも行かずに。彼がいるだけで地域の医療が回ってるじゃないですか。誰かが喉頭がんとかになって、咽頭がんとかになっても治してもらえるという、そういうシステムが回ってるじゃないですか。私はお金が必要になってこうやって美容に走ってるし。でもそういうことを考えたら恥ずかしいです。でも、ペク先生は少なくとも手術しているときは、100% 集中して、お客様の未来を考えるっていう点では、一生。そう言って、そうやってうまく、まとめてくださってありがとうございます。あと、ちょっと別でもう一個思ったのは、韓国と日本の医療インフラっていうのは恵まれてるなと思うんです。例えば、岩手っていうのに話聞いたんですけども、岩手でも、最高水準の先生がいて、最高水準の医療施設があって、で、救急車だったらすぐ運んでくれるみたいな。これって恵まれてるな。実際そんな感じですかね。アメリカの医師免許持ってますよね。皆さんがなんか保険に義務で加入しなきゃならないし、医者は当然指定制度といって、当然指定制度というのは、絶対この保険で患者さんを見なきゃならないというシステムになっているんですよね。アメリカは、いや、私が、その患者さん私見たくない。お金ないじゃんと言ったら切れる。断れる。もちろんそうじゃないところもあるんですけど、こうやって保険会社が国じゃなくて保険会社が入ってて、その支払いを約束するし、支払いを約束してなかったら保険会社という制度がないから、すごい大きな金額が請求されるし、というのを見ていたら、韓国日本って恵まれていると思います。4番目の質問が、日本でお医者さんをやろうという10年前の決定をどうお考えなのか。いろんな選択肢の一つだったけど、誤解はしません。面白そうだな、みたいな。例えばアメリカで医師やるとしたら、どんなイメージですか？アメリカで私が辞めた理由の一つが、科が、私は今、形成外科やってるけど、どうしても私は外科系、形成外科じゃなくても、整形、眼科、メスをとにかく外科、一般外科、癌を治す手術とかが欲しかったけど、アメリカではそれができなさそうな感じだったんです。何かと言ったら、アメリカは、そういう席に行くの、不可能ではないけど、見えない壁があって、大体なんか先輩ら見ていったら、内科、病理、小児科、精神科とかをやってる先生が多いんですよね。そういうことで戻ってきたのもありまして、アメリカは多分選択肢はなかったけど、韓国で残って、普通に眼科とか整形外科をやって残ってたんじゃないかなと。そういう道も一つの選択肢だったかなと。それであれば多分その時、日本に行ったらよかったのにと思ってたかもしれない。ありがとうございます。で、最後の質問。日本でお医者さんとして働きながら、どういう夢を見ているのか。みんなが幸せなクリニックというのは、患者さんも手術結果、それと何より付き合いながら、長く付き合いながら、お互い年取りながらこうやって行っている。それとスタッフたちも、ただ時間を殺してなんかお金を儲かる、そういうところじゃなくて、給料をもらうところじゃなくて、仲良しで、出勤したら楽しい。という感じで、そういう仕事ができる、そういうクリニックを作って、皆さんが幸せになるのが一番いいかなと思う。いや、でもこれでして、僕、このクリニック入って、患者さん誰もいなくて、職員さんか聞いたんですけれども、みんな明るくて元気な印象を受けました。し、さっきオフで、ペック先生が、職員さんたちに、ボトックス無料で売ってあげたみたいな。話もして。そう、ボトックスもやって、ヒアルもやって、イトリプトもやって、やってあげたんですよね。一般人がやろうとすれば、4万、5万ぐらいいきますか？ 4万、5万円。じゃあ済まないですよ。20万プラス、もう40万。職員福祉で。それで、うち自慢したいことがあったら、スタッフがちょっと最初、こうやって初期の写真と比べたら、かなり綺麗になっています。なぜか。なぜか。誰かの手によって。じゃあ、ペック先生は、自分も楽しくなれて、職員さんも楽しくなれて、ここに来るお客さんも、笑顔にいられるような、そういうクリニックを夢見ていらっしゃるって感じです。実は、来年2月ぐらいに、銀座にもう一つの商家をオープンするんです。それを楽しみにしてくださいましたら、ぜひ。じゃあ僕も行きますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。貴重なお話をありがとうございます。整形だったりとか、ペック先生の人生について、いろいろ話を聞くことができました。取材は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。パックンでした。ありがとうございました。